こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代、ツアさんからの質問です。11歳です。斉藤直樹先生、こんにちは。私は大きくなったら、X やインスタなどを通して、いろんな人に自分の絵を見てもらいたいと思っています。ですが、批判されるのが怖くて、本当に絵を出していいのか悩んでいます。斉藤先生は、どのようにして神絵師になったのでしょうか？教えていただけると幸いです。はい。ということで、ツアさん、ご質問ありがとうございます。11歳ということでね、当然不安ですよね。はい。そして偶然ですね、次も同じような質問だったので、合わせて読み上げさせていただきます。20代、みたらし猫さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画拝見させていただいております。私は小さい頃から絵を描くのが好きでした。しかし、同学年の子で絵がとても上手な子がいて、自信を持てなくなり、ちゃんと絵を描き始めたのは20歳過ぎてからです。時々友達に描いたりして、喜んでもらえるのがとても嬉しくて、7年ほど友達に描くことを続けています。しかし、趣味として描いていた絵なのですが、せっかく描いたので人に見てもらいたい。もっともっと上手くなりたい。などの気持ちがある一方、X で上げたら下手と叩かれるのではないか。浮き沈みで上手なものがずっと描けるわけではないし、描いてもしょうがないか。と不安な気持ちを持ってしまって、ルンルンで描いている時にしか描けない人になってしまいました。何かこの状況からの打開策はあるでしょうか？お忙しいとは思いますが、ご意見いただければ幸いです。最近暑くなっていますので、しっかりと水分をとって体調にはお気をつけてお過ごしください。とのことで、はい、みたらし猫さんもね、イラストを多くの人に見てほしいんだけど、見せて批判されてしまったらどうしようっていう、その不安との間でね、悩まれているっていうことなんですね。これですね、結構しょうがないっていう気持ちが最近は強いんですよ。僕が子供の時とかね、少なくとも10年ぐらい前だったら、僕はこうアドバイスしていたと思うんです。自分の殻に閉じこもっていっちゃダメだよ。もっと積極的に作品を出していかなきゃ。作品は人の目に触れさせないと伝わらないよ。だから年齢に関係なく、どんどん人に見せていこうって。いや、ただですね、最近の SNS って結構おかしいですよね。世の中にね、フラストレーションが渦巻いているのか、半ば八つ当たり的にね、他人を批判する人が増えているように、僕の目には見えています。言ってること自体はね、正論でも、その裏にね、こいつを潰してやろうっていう負の感情が透けて見えていることが、めっちゃ多いように感じるんですね。なので、特に11歳の子については、僕はね、ちょっと軽々しく、SNS に作品をどんどん出していこう、とは言えなくなっているのが、最近の環境のように感じています。ただね、救いも一方ではあって、この前ですね、意外な発見がありました。というのもですね、YouTube のコメント欄の投稿に、こんな投稿があったんです。すごい、これらのコメントから察するに、日本のインターネットは、英語のインターネットよりも若いアーティストに優しいようだって。で、これに対してね、ちょっと気になっていたので、海外に向けて聞いてみたんですね。Is the internet outside Japan unfriendly to young artists? そしたらですね、結構反応まちまちかなって思っていたら、めっちゃみんな共感していて、私はアマチュアのアーティストですが、経験上コミュニティのほとんどが不親切なので、助けを得るのには苦労しているっていう意見だったり、若いアーティストがいじめにあって、辞めてしまうのは珍しいことじゃないよ。どんなアドバイスも、実際には役に立つってよりも、ただの厳しい批判のようなことが普通だよ。みたいな、そういう回答が多かったんですね。なので僕からしたらね、ちょっと一時期よりも批判めっちゃ多くなってきているなって思っていたんですが、海外と比べてみるとめちゃめちゃ日本のインターネット優しいみたいです。特にね、これはちょっと自慢してもいい部分なのかもしれませんが、特にですね、僕のチャンネルを見てくださっている皆さん、若いアーティストにめちゃめちゃ優しい人が多くて、添削の時でも若いアーティストの紹介の時でも、すごくその人に寄り添ったコメントを残してくれている人が多いです。そういう環境の方が、僕は若い方が成長しやすいと思っているので、こういう場をね、作れているっていうことは、僕の自慢の一つだったりします。皆さん、素晴らしいコメント、いつもありがとうございます。で、そうは言っても、質問者さんの悩みは消えないと思いますので、順番にね、答えていこうかと思います。この動画を見ていただければ、みんなに見てほしい、でも批判が怖い、というお悩みを、ある程度振り払って、自分なりに前に進んでいく道を切り開いていただけるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。見てほしいと批判が怖い。どっちの気持ちも大事にしよう。はい。でですね、僕がこのことについて最初に言いたいのは、見てほしいっていう気持ちと批判が怖いっていう気持ち、この両方を大事にした方がいいってことです。特にですね、10代前半のアーティストに僕が言いたいことは、自分がもしね、強い批判を受けてしまったら、ちょっとそれに耐えられる自信ないなぁと、今想像しているんだとしたら、その直感はですね、ある程度当たってるんだと思います。なのでその時には、批判が怖いっていう気持ちを優先して、今はまだ SNS 上に作品は出
さないっていうのも正解の選択肢だと思います。さっきも言ったようにね、インターネット上には一定数他人を自分の鬱憤のはけ口だと、そういう風にしか思っていない連中が残念ながら存在しています。そういう連中の的になってしまって、心が病んでしまって、自分の成長が遅れてしまうのはちょっともったいないですよね。なので今は広くたくさんの人に自分の作品を見てもらいたいっていう気持ちはぐっと抑えて、とにかく今は楽しんで絵をたくさん描くこと、技術や感覚を磨くことにフォーカスしてもいいと思っています。ただですね、実は発表の場って SNS だけではなくて、他の場所でも結構あると思うんですね。最近はね、イラストコンテストもたくさん開催されていますし、そういうところに投稿して腕試ししてもいいと思います。もしね、誰かの反応が欲しいんだとしたら、イラスト好きの知り合いの仲間を集めて、Discord や LINE グループで自分のコミュニティを主催して、そこでイラストを知っている人たち限定で見せ合うっていうのでもいいと思うんです。自分がね、主催していれば、批判禁止みたいなルールだって自分でね、作ればいいわけですから、そこまでビクビクしないで人に見せられる環境を作ることだってできますよね。まずはそういうところで小さな規模で絵を公開していって、そしてね、成長したら改めて今度は SNS 上に絵を公開してみるっていうね、段階を踏んでいってもいいと思うんです。そんな風にして特に10代前半は、もしね、批判が怖いっていう気持ちがあるんであれば、その気持ちを優先してみてください。自分の成長が邪魔されないことを何よりも大事にしてくださいね。はい。ただですね、そうは言っても、ちょっとある程度ドキドキがないと楽しくないっていうのは人の差がかもしれません。批判があるかもしれないけど、SNS に投稿することでたくさんの達成感が得られるかもっていう、そういうドキドキワクワクがあるからこそ、SNS に投稿したいっていう気持ちって、多くの人が持っていると思うんですね。これってね、大げさに言うと登山に似てるかもしれないですね。なんでね、わざわざ死ぬ可能性がある場所に行って、大変な思いをして山に登るのってね、僕たちなんか思っちゃうかもしれませんが、でもね、彼らからしたら、いや、死ぬ可能性があるからこそ、それを自分の力で回避して、山に登りきれた時に、すごく達成感が得られるんだよ。とかってね、言うじゃないですか。ちょっとね、大げさな例えかもしれませんが、絵にとっての SNS もそれと同じで、批判はちょっと怖いんだけど、それでも SNS という山に登ったその暁に、恐怖に打ち勝って共感を集められたっていう、そういう達成感を求めているのかもしれませんね。ある程度ね、ドキドキがないと、やっぱり楽しくないっていう、そういう気持ちも、これも誰しもが持っているかもしれませんので、見てほしいっていう気持ち、そして批判が怖くてまだ見せたくないっていう気持ち、自分の状況によってね、バランス配分を考えてみてください。どっちも大事だと思います。批判イコールトロフィーと考えよう。で、次にお答えするのは、批判を受けてしまった時にどう考えればいいのかっていう話をします。というのは、クリエイターを目指す限り、100% 批判されないっていうのは、絶対に無理だからですね。多かれ少なかれ、誰でも批判は受けます。僕だってね、いろいろなゲームの中でキャラクターイラストを描いて、で、それがリリースされた時には、大体ね、結構嬉しい反応をいただく一方で、一定数絶対ですね、今回は外れだな。なんか、ここおかしい。みたいなコメントってあるんですよ。そういうのを見るたびにね、ちょっとは心がすり減りますよね。正直。少なくともノーダメージではありません。人間ですからね。ただこれは多くの人に見られているわけだから、ある程度しょうがない部分があります。僕はね、作品を広く公開してしまっているので、それを見た人がどう思うかまでは、僕が完璧にコントロールできるわけじゃありません。だから僕の絵を見てね、いいなって思ってくれる人もいる一方で、これはクソだなって思ったり、言ったりする自由だってあるってことなんですよ。よっぽどの誹謗中傷じゃない限りね。でもじゃあ、こっちもこっちでですね、その批判についてどう思うかは、これは僕の自由じゃないですか。僕はそういう時、こう思うことで批判を受け流しています。批判イコールトロフィーですね。つまりですね、批判って、ある程度人気が高まらないと、もらえないものでもあるんですよ。批判されたらどうしようってね、SNS に投稿する前には不安になるかもしれませんが、一度 SNS に実際に投稿してみたことがある人だったら、わかると思うんです。批判どころか、最初は何の反応もありません。全く風が吹かない。凪の状態がしばらく続くんです。普通は。何度も投稿してね、反応が増えてきてやっとポツッと批判めいた反応を返してくる人が現れるっていうのが本当のところだと思うんですね。なので、批判が来るっていうことは、クリエイターにとっては人気者になった一つの証明みたいなものなんです。人気者じゃないクリエイターに批判を繰り返すっていう人はそんなに多くはいません。なので、もし自分に批判のコメントがついたとしたら、内容をよく読まずにこう思ってください。トロフィー1個増えた。やったー、人気クリエイターの実績解除って
はい。もう本当にね、そう思うだけでいいです。批判を受け止めて反省する必要？いや、全くないですね。はい。これを聞いてね、もしかしたら、こう思う人もいるかもしれません。批判の内容って受け止めなくていいの？だって自分の作品のダメなところを本当に指摘してくれているかもしれないじゃんって。まあ確かにですね、そういうこともあるかもしれません。その批判がかなり的を置いていて、そのアドバイスを反映したら、あなたの作品が良くなる。そういうアドバイスもね、中にはあるかもしれません。なので、心に余裕がある人は、もしくはその時たまたま余裕がある場合には、そのアドバイスを受け入れて、自分の絵の改善を試みてももちろんいいんですが、ただですね、ここで何よりも心に留めておいてほしいのは、そのアドバイスを受け取る自由も、逆に受け取らない自由もあなたにはあるってことです。いや、だってそうでしょ？相手は勝手にあなたに向かって頼んでもないのに批判してきているわけですから、それをね、どうしようが、どう思おうがあなたの勝手です。さっき言ったように内容はよく読まずに、トロフィーゲットみたいに思う自由があなたにはありますし、たまに気が向いた時にね、内容を、読んで、これはなかなか的を射ているなって思ったら、なかなかいい意見なので、貴様の言うことは一意見として活かしてやろう。喜ぶがいい。でね、ちょっと上から目線で採用してやるくらいに思っても、それはあなたの自由です。批判してきたからといってね、何もその相手があなたを批判できるような立派な人間かといったら、別にそうじゃない場合の方が多いので、あまりね、真正面から受け止めてしまって、心が潰れないようにだけは注意してください。批判だけを繰り返している人よりも、作品を作り続けているあなたの方が、間違いなく素晴らしい活動をしていることだけは僕が保証します。神絵師になろうなんて考えたことはない。はい。で、最後に質問文の中にですね、斉藤直樹先生はどのようにして神絵師になったのでしょうか？教えていただけると幸いです。っていう質問がありました。もしかしたらね、これにお答えすることでも、今回のテーマ、批判が怖いんだけどどうすれば？っていう質問の答えになりそうな気もするので、これもね、正直にお答えします。で、結構ですね、これ正直に答えると、ちょっとね、感じ悪くなってしまうかもしれないんですが、覚悟して聞いてくださいね。僕ですね、神絵師になろうとしたことなんて、全く一回もないんですよ。なぜならですね、僕、幼稚園の頃からすでに神絵師だからです。やったー、プロになった、よし、今日から俺は神絵師だとか、10万いいね達成、今日から神絵師って名乗っていいかなとか、もしかしたらそんな風に何かを達成して初めて神絵師の称号が与えられるみたいに思っている人いるかもしれないんですが、僕はですね、そういうのとは全く関係なく、すでに幼稚園生の頃から僕は神絵師っていう自覚がすでにあったんです。いや神絵師っていう言葉自体、僕の幼稚園時代には存在してないですよ。いや、だからね、僕は神絵師でちとかって言ったことはないんですが、そういう存在だということは、すでにね、幼稚園生の頃から自覚してたんです。ね、感じ悪いでしょ？なので、すでにそう自覚しているわけですから、目指そうとなんて思うわけないですよね。僕がやるのは、神絵師を目指すではなく、神絵師として振る舞うことだけです。こういうポスターが必要なんだけど、誰か書いてくれるお友達いる？って先生が聞いたらですね、当然僕は、はい、手を挙げます。だって僕、神絵師ですから。お遊戯会の飾り付けするんだけど、誰か動物の絵を描ける人いるかなって頼まれたら、僕は当然、はい、手を挙げます。だって、神絵師の僕を差し置いて、誰が動物の絵を描けるって言うんですか？はい。そんな調子でですね、もうすでに僕は幼稚園生の頃から神絵師だったんです。いえ、当然ですね、絵は下手くそですよ。だからね、絵は練習しますし、発展途上だということも自分では自覚しています。でもね、自分が発展途上で、まだ下手くそだという事実と、自分が神絵師的な存在だということは、不思議なことにね、共存してたんですよね。多分ですね、神絵師の赤ちゃんだと自分では思っていたんだと思います。神絵師の赤ちゃんが神絵師の大人を目指していると思ってください。そういう自覚だったんですね。だからたまにですね、お前ここおかしいじゃん。俺の方が上手いぜ。みたいな批判を友達に言われたとしても、ふむふむ、絵を描かない奴はそう思うのか。なるほどね。くらいにしか思いませんでしたし、自分の能力を疑うっていうことは全くなかったんですよね。ちょっと幼稚園からはだいぶ時が経って、小学校高学年ぐらいになった時のことでした。親戚の集まりでね、だいぶね、酒が入ったおじちゃんが、酔っ払った勢いでね、僕にこんなことを言ってきたんです。直樹、絵で食っていけるやつなんてな、ほんの一握りなんだよ。そんな不安定な仕事じゃなくて、安定した仕事に就きなよ。悪いこと言わないから、絵は中学で卒業すんだぞ。って。
僕はね、その言葉を聞いて、めちゃくちゃ不思議に思いました。口には出しませんでしたが、その時ね、こう思いました。この人、誰に口聞いてると思ってんだろう。僕がその一握りなんだけど、って。ちょっとね、ここまでの思い込みの強さって、もしかしたら誰しもが持っているものじゃないかもしれませんが、もしかしたらね、誰しもが持っているものじゃないかもしれませんし、この思い込みを持つこと自体が、いいことなのか悪いことなのか僕にはね、わかりません。わかりませんが、少なくとも僕自身はね、この自分の思い込みの強さのおかげで、周りのね、受け取らなくてもいい批判を回避できた側面も、今となったらあったように感じます。もしね、絵を多くの人に見せたいんだけど、批判されるのが怖いなって思っている人は、今日のね、この話、参考にしてみてください。批判に負けずにチャレンジする姿勢、素晴らしいと思います。応援しています。頑張ってください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと今回は、批判が怖くて SNS を始められない、みたいなね、始める前のお悩みだったんですが、批判が怖くて絵師をやめられないっていう逆の質問もね、以前あったんですね。批判が怖くて絵師がやめられません。どうすればっていう動画ですね。どの段階にいてもね、人々からの指摘が怖い、批判が怖い、もう生きるのって大変ですよね。絵師をやめたいって思っている人は、もしかしたらこの動画を見ている人の中には少ないかもしれませんが、転ばぬ先の杖みたいな感じでね、先に悩みを知っておくことで、自分にこれが実際に起きた時にはどうすればいいのか知っていただけるかもしれません。興味がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。